どうもビースパイスインクです。今回は四川風担々麺をイメージした担々カレーを作ります。麺類の中でも私の中でトップに近い担々麺。唐辛子のピリッとした辛さとごまのまったりとした風味と香ばしい香り、あとはホアジャオのしびれなんかがあれば最高です。その特徴をカレーにしてお米と食べたら絶対美味しいやんっていう魂胆です。調理ですが、食材のカットは玉ねぎと白ネギをみじん切りにしておいたら OK です。そしたら加熱調理に入っていきます。いつも通りホールスパイスを油でテンパリングします。今回使うホールスパイスはスターアニス、シナモン、チリとフェンネルです。中華でもよく使われるスパイスなので、今回の担々カレーにもバッチリのメンツです。フェンネルは焦げやすいので、それ以外を先にフライパンに加えてじっくり弱火で加熱していきます。香りが立ってきたらフェンネルを加えて、すぐにフェンネルも香りが立ってくるので、そこにみじん切りにした玉ねぎを加えます。全体を混ぜて油が回ったら、あまり触らずに焼き目をつけるようにして飴色玉ねぎにします。基本放置で焦げそうになったらたまに水を加えて混ぜてあげると失敗しにくいです。玉ねぎを飴色にしている間にごまの風味のする水、ごま水を作ります。担々麺ではチーマージャンっていう油とごまを混ぜたペーストのようなものを使うのですが、カレーにするとちょっと重すぎるかなと思ったので水でやってます。水にごまを入れて思いっきり混ぜたら完成です。インドカレーでもよく見るカシューナッツ水と同じ要領です。ごまやナッツなどのコクは料理を簡単に美味しくしてくれるので大好きです。玉ねぎが飴色になったので、ここにすりおろしのニンニクと生姜を加えます。軽く炒めて青臭さを飛ばしたら、次はパウダースパイスを加えます。辛いのがお好きな方はパプリカをチリに置き換えて作ってください。パウダースパイスと一緒に塩と豆板醤も加えてじっくりと加熱して、スパイスと豆板醤の香りを引き出します。火が強すぎて焦がさないように注意します。1分ほど炒めたら豚ひき肉を加えます。玉ねぎやスパイスたちと混ぜ合わせながら炒めていきます。全体が白っぽくなったら、先ほど作ったごま水を注ぎ入れます。一気に担々麺っぽくなりました。そしたら沸くまでは強火にしておいて、醤油とオイスターソースを加えます。水が沸いたら弱火にして5分ほど煮込みます。煮込み終わったらレモンを絞ってみじん切りにした白ネギとラー油を垂らしたら完成です。レモンの酸味が味を引き立ててくれます。ラー油は過去に作りましたが、自家製でも意外と簡単に作れるので、ぜひ試してみてください。では盛り付けていきます。ご飯はいつもながらバスマティライスとうるち米を混ぜて炊いています。お米のパラパラ感が好きです。仕上げにまた白ネギとラー油、あとはブラックペッパーと、あと余った白ネギの青い部分を白髪ネギの要領で切ったものを添えました。なくても大丈夫です。いただきます。刺激的でいい香りがしています。自然料理とかの辛さとかしびれがある味ってたまにどうしても食べたくなるんですよね。あんまり辛すぎると味が分かんなくなるのと、普通に痛いので苦手なんですけど、程よいやつはやみつきです。おまけでのせたんですけど、この白髪ネギもどきみたいなやつシャキシャキで良かったです。今日も美味しくできました。よかったら参考にして作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。
現在皆さんにもっとスパイス料理が身近になるようにオンラインショップを準備中です。こんなんがあればいいななどコメントでご意見いただければ嬉しいです。よろしくお願いします。担々麺といえばなんですけど、私住んでるのが大阪で、大阪に鯛だしを使った担々麺をやってるお店があるんですけど、シェフがもともとフレンチ出身の方で、見た目もすごいおしゃれで美味しいので、大阪にもし来られた時はぜひ寄ってみてください。あと他におすすめの担々麺とか麻婆豆腐も好きなので、おすすめのお店を教えてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。